では、次のコーナーでございます。絶望トーク。はい。ゲストの方がね、今までお仕事やってこられてて、言うと一番絶望した話、きつかったっつうのは何やろ。本当は社会人経験としてそういうことを言いたいんだけど、学生時代の方が、そっちあるかな。本当に死にかけたことってある？いや俺高校1年生の時にヨットの練習をやってる時に先輩と2人乗りなのね、瞬間最大でボンと38メートルってとんでもない突風が入ってきた時があったの。マストが折れるわけ、ボキーンってボーンってチンって言ってひっくり返るわけね。で2人でやばいっつって船に捕まるじゃん。波のうねりがとんでもないことになってきて、6メートルって波が来てるわけ。6メートルのうねりってね、ビルよビルビルの谷間に入って無風状態になって上がってきたらとんでもない突風でっていうのを繰り返すわけで、船から落ちないように2人で船とくくりつけてしがみついてひっくり返った船に捕まりながら何回も落ちて上がってきてってやると体力衰弱してくる。あの時にこれ絶対言っちゃいけない言葉だと思うんだけど、そう先輩が結構弱気な人で「あれ大丈夫か?」って最初言ってたんだけど、だんだん無言になってくるわけ。何時間もね漂流してると無言なんだよ。そんな長いことやってたんや。完全にもう遭難やんか。遭難みたいな状態になってやばいってなって、だんだんこう日も暮れてくるじゃん。もう何回も意識失いそうになるわけよ。でそしたら先輩が久々に喋ったと思ったら、その一言が「原田もう俺らあかんかもしれん」って言ったの。そんなの先輩に言われたらダメかもって言われるとダメかもと思うんだよね。その瞬間にもうなえなえなえなってなっちゃって、やばい死ぬんだと思って、その時見えた映像が、俺が幼稚園の時にお母さんもちろん幼稚園だから送ってくれるじゃん。僕がの幼稚園終わるまでここで待っててってお母さんに言ったら、お母さんいやお母さんこんな暑い中でずっと待っとったら日射病になっちゃうからちゃんと幼稚園行っといで夕方また迎えに来てあげるから帰るよっていう話をしてるのに、いやいやお母さんずっとここいてって言ってるのがブワーって浮かんで、それで漫画みたいな。結構意識朦朧としてるところに海上保安庁が来てくれて助かったのよ。っていうのはほんまのピンチやな。本当の絶望やな。あれは絶望したよな。するなそれは。でも本当に絶望って意味で言うと、これは全然命には関わらないんだけど、さっき言ったように俺ずーっとモテなかったわけ。中高とモテなかったんだけど、高校3年生の時のファミリーレストランのバイトで厨房だったわけ俺。でそのウェイトレスの女の子たちがいっぱい高校生でバイトしてるわけで、違う高校の女の子が1位2位を争うっていう可愛い子がいたわけ。初めて付き合ったのがそれだったの。何それ。急に展開変わってるけど。突然何それ。突然彼女ができたわけ。その子。それってすごい嬉しいじゃん。で俺モテなかったからずっとモテないとどういう発想になるかっていうと、結婚するしかないと思う。絶対に逃せない。この子を逃したらもうないわと。絶対にない。もう終わる。謙虚なんじゃないんだよ。もう恐れなんだよ。この子逃したらあかんと思うから熱心になるわけだ。でだけどよく考えたら東京の大学行くことが決まってたわけだ。そうか。その子は関西の大学だった。だから別れちゃうじゃん。俺はもう必死なわけだよ。もう電話賃もすごいけど、電話も東京行ってからもずっとかけて。そうなんや。そう大学行ってから一生懸命遠距離恋愛を保とうとしたんだけど、やっぱよく考えたら無理だよね。向こうが要は元彼がいたわけね。元彼はねその高校の野球部のエースだったわけで、より戻してくれって言われたみたいなのね。そいつから。やっぱり近いじゃん。その子も泣き出しちゃってどうしていいか分からないみたいになっちゃうわけじゃん。心が揺れちゃうし。そうするとやっぱりもう引かざるを得なくなっちゃうじゃない。向こうからはさバイバイは言えないからさ、じゃあもうしょうがないってことで別れたわけだ。でもさっき言ったようにもう二度とないと思う。別れた後のショックたるや。もう俺のショックはね、当時今でもトラウマになってるぐらいすごかったね。俺自分でも思い出したもんな、ゾッとするぐらいショックで。多分自体モテるわけだ。俺から見ても確かにこいつらかっこいいなってやつが同期に揃って
何人いたんだけど、ですごいみんなモテるわけ、合コンいっぱい持ってくんのよ。合コンをそいつらモテるから、ああなるほど。そいつら合コン結構な回数実施されるわけね。ものすごい合コンは持ってくるわけ、はい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 。で必ず合コンとかで俺は遅れていく役なのね。まあみんなが先に同期が揃っててさ、女の子と乾杯って飲み始めて、今からうちの首相来るから、そしたらさ、そいつらもともと男性としてのスペック高いわけじゃん、もう東京生まれ東京育ちのさ、もうすげえかっこいいやつシュッとしてる、シュッとしててさ、金持ちのエリートみたいなやつとかもいっぱいいるわけだよ本当に。でそういう中でさ、今からエースが来るからさつって言ったらみんな期待しちゃうじゃん、女の子たちが。そしたら学ランに坊主のさこんなのがさ、がっついのかな、いいっすだけ登場するわけでしょ。人生ですげえショックな一言ですよ。その女の子が打ち合わせしたかのように俺を見て「こんなんじゃない」って心ないな。だから多分伝えられてた情報および妄想自分の中で妄想とのギャップがすごいわけじゃん。早稲田大学よっとも首相エースないし首相が来るわけじゃん。最上級が来ると思ったらこれが来るからこんなんじゃないって合唱されたの。であれはね、いや俺もこんなつもりじゃないよ俺もそんなつもりじゃないっすよそりゃ。俺もやっぱ心のどこかで、ひょっとしたら自分と相性いい子いるのかもしれないと思ってないね。なかった。そんなことはない。そんなことは起きません。大学生ぐらいだと。もう大学の時はやっぱりね、トークが面白くてかっこよくて、まあやっぱもう見かけもすごい重要だし、まあそりゃそうやな。だから何も起きなかったで何も起きないからさ、まあ絶望が増していくわけで、だからやっぱりあの子を逃したからってまたそのトラウマが思いに引き男らしくないけど、あの子を逃したからだっていう思いがずっと高まっていくわけよ。すごい辛かった。まあだろうね。俺ね大好きな曲があって「そして僕は途方に暮れる」って曲知ってる？知る。あの曲を大学 1,2,3 年生で4年生のその彼女ができるまでは毎晩それを聴いてたの。暗いな。いやもうほんと暗いな。そして僕は途方に暮れるだよ。いやまあね、すごい題名でしょ。すごいよな。そして僕は途方に暮れてずっと聴いてたの。途方に暮れてたの。文字通りけど早朝6時に起きて筋トレしてるわけだよ。ストイック。そうはあ。まあもう絶望はええわ。もう十分やわ。さぞ絶望したんでしょう。絶望したよ。